こんにちはったらこんにちは。いつもです。このところ暑い日が続いてますよね。電気料金が高騰していることでもありますし、なるべく扇風機を活用していきたい弊社なので、ダイソーの卓上ファン、LED ライトファンを買ってきました。お値段は1000円で、ダイソー製品にしてはちょっとお高め。ファンの周囲が LED ライトになっていて、照明にも扇風機にもなるという一品ですが、正直この LED ライトの意味はよくわかんないですよね。なんかとりあえずつけてみました感が半端ないんですけど、おかげで見た目はとっても裁判なのでよしとしましょう。いわゆるゲーミング卓上ファンですね。今週はこのゲーミング卓上ファンを分解、中の回路について調べていきます。ダイソーの格安扇風機、ファンの回転数はどうやって変えているんでしょう。 LED の明るさはちょっとワクワクするでしょう。しませんか。では動画からご覧ください。実はこの動画は一旦分解後に組み立て直したものです。今回も買ってきたら火を入れる前に分解してしまいました。さて扇風機としての実力はいかに。スイッチオン。1段階目。風速は3段階あります。2段階目。はっきりと風が強くなりました。3段階目。風は結構強いです。音もそこそこしてますが、ソプラノのサーキュレーター並みですね。普通に使えそうです。今度は LED を使ってみました。明るさも2段階設定があります。暗くしてみましたが、あまり変わりませんね。バゼロを引いたのでしょうか。とりあえず分解して中の動きを見てみましょう。それでは次は開封から分解の様子をご覧ください。箱はこんな感じ。テープを切って開封していきます。本体はビニール袋に入っていて、説明書が1枚ついていました。使い方は簡単なのでこれで十分です。で、分解にトライするのですが、カバーのここに爪があります。見づらいですが見えますかね。裏側にはファンと LED の設定ボタン、操作するのはこれだけです。さて、さっきの爪を適当な棒で押し込むとカバーが外れます。カバーは本体と半透明部品に分かれていました。LED の実装は実はこんな感じ。これ LED テープですよね。流用したのでしょうか。ちょっと意外でした。続いて裏蓋を外してみます。4箇所のタッピングで留められていました。プラスドライバーで外していきます。ネジを取ったら足を引っ張ればすぐに外れます。蓋を取ったら何やら部品がたくさん載った基板が見えます。基板は特に固定されていません。裏側にはソケットがあって LED とファンの配線も引っ張れば外せます。今まで分解してきたダイソー製品とは違って結構高級感のある基板でした。試しに USB 電源を挿してボタンを押してみます。風速設定のボタンを押すと赤、緑、青の順で LED が光りました。設定がこの色でわかるようになってるみたいです。でも表からは見えないし、この機能もちょっと無駄な感じがすごくしますね。ちょっと寄り道なのですが、冒頭でこうしてみたときに LED の明るさがあまり変わっているように見えませんでしたよね。明るさ設定が機能してないのでしょうか。せっかく分解したので確認しておきましょう。ボタンを押して1回目。LED がつきました。
もう一回押してみましたが、大して明るさ変わりません。一応 LED のアノードとカソードの間の電圧を確認してみます。最初の明るさでは 2.63V。次の明るさでは 2.51V。微妙ですが変わってはいるみたいです。とはいえあんまり役に立たない切り替えですね。後で説明しますが、このために結構部品が追加になってるんですよ。なんでこんなことしたんですかね。ではここからちょっと資料を見てください。それでは LED ライトファンを分解、回路を調べてみたという話をします。基板の拡大写真です。これがファンを制御している IC、LP78070 です。こっちはマーキングのない IC。マイコンか何かかなと思っていますが、LED をコントロールしています。さっきの役に立たない LED の明るさ制御のために IC が1個追加になってるんですよね。裏面はこんな感じです。ほとんどベタグラウンドで、ファンコントロールの配線がちょっと引かれています。この電解コンデンサは LED ライトの安定化用みたいです。温度かけてるコストと実現できてる機能が釣り合わないなぁとは思うのですが、まあ良いでしょう。この商品の要である LP78070 について調べてみました。中国語のデータシートを Google 先生に訳してもらったものです。リチウムバッテリーの充電とモーターのための昇圧機能を持った IC となっています。LED を光らせてライトにすることもできそうなことを書いてありますが、この製品ではつかなかったみたいです。まあ要するに、ここ数年を流行りしているハンディファン専用の IC ということみたいですね。ガーデンライトの時もそうですが、こういう機能特化の IC をすぐに作って、安価な製品を寄ってたかって作るというやり口が面白いなと思います。ダイソーにもたくさん売られている安いハンディファンにもきっとこれが使われているのでしょう。データシートに書かれていた回路例がこれです。ハンディファンではこんな使い方をされているものと思われます。この3本の出力端子で6個の LED をオンオフ制御しているところが面白いですね。スイッチ端子も兼ねているのだからピン削減が徹底しています。こっちはファンのための昇圧部分。スイッチ操作で昇圧比が3段階に切り替わるみたいです。リチウムバッテリーはここにつけるようです。充電制御もやってくれるんでしょうね。これが基板をかけて回路にしたものです。コンデンサの容量はわからないので書いてません。これが Type-C の USB コネクタ。電源にはちょっと罠があって、コネクタは USB の Type-C なんですけど、PD 対応の USB ポートからだとなぜか動きませんでした。認識がうまくいかないんでしょうね。不良品かと焦りましたが大丈夫。タイプ A のポートにつなげばちゃんと動きます。V バスの 5V からヒューズを通ってツナーダイオードがついています。過電流と過電圧保護が入ってるんですね。本当意外なほどちゃんとしています。ファンの方はほとんどデータシートのリファレンス回路のままです。大きく違うのはバッテリーを積んでいないので、入力電圧がショットキーダイオードを介してバット端子につながれています。で、こっちが LED ランプを制御している部分。マイコンっぽい8ピンの IC が NPN トランジスタを制御しています。スイッチを押すと、このノードの電圧が 5.21V、3.65V と切り替わっているので、それによって NPN トランジスタを流れる電流が変わるはずだったのでしょう。残念ながら実際のところはさちっちゃってあんまり変化してないみたいです。この 47kΩ をもっと大きくすれば差が見えやすくなるかもですね。いつか試してみたいです。というわけで今週はダイソーの LED ライトファンを分解、中の回路を調べてみました。いやー結構面白かったです。安価なハンディファン製品の中に機能特化の IC があったというのも興味深かったし、なんか設計ミスっぽい無駄な LED の明るさ制御も
あれはあれで面白かったです。さて実は理由もなく分解調査をしたわけではありません。例によって改造を考えています。というわけで、次回この LED ファンの改造にチャレンジしてみようかと思います。では、ここまでご視聴ありがとうございました。この動画面白かったら高評価、続きが気になるなぁと思われましたらチャンネル登録お願いします。ではまた次回よろしくお願いします。